こんにちは。 M&M デザインの吉岡です。今日はですね、インナーバッフルについての歴史というか、説明をしていきたいと思います。まずインナーバッフルというのはですね、 AE86 の時代、昭和の終わりぐらいはなんとインナーバッフルというものがなかったんですよ。トヨタとかはドアにスピーカーがついてなくて、ダッシュボード、ハンドルの下側のダッシュボードあたりに10センチのスピーカーしかついてなくて、平成に入ってぐらいからドアにセリカとかで20センチのスピーカーが突き出したりとか、そういうのをずっと来て、今も現在トヨタであればこういうおむすび型のやつと、もうちょっと大きい楕円形のやつとかいう、トヨタは今2種類ですけど、そういうのがつくようになって、インナーバッフルっていう文化ができてきたのは20年25年ぐらい前ですかね。でこういう製品になってきだしたのは多分20年ぐらい前のような気がします。プロショップでは昔からインナーバッフルっていうのは作ってたんですけども、僕も昔からもう25年ぐらい前からドアにスピーカーがついてない車でもこうなんていうかな、ボコボコボコっとこうプレスのラインがいってるやつにその形に FRP とかで合わせてバッフル作って立ち上げてきてアウターバッフルにしたりとか、ベースになる部分がインナーバッフルなんで、そういう加工はずっとやってきたんですけども、最近はもう純正でバッフルがつくようになってきてるんで、車種別というかそういうやつでいろいろつくようになってきました。まず、今回4種類を代表的なインナーバッフルを4種類用意したので、4種類とりあえず説明します。これがショップオリジナル、これ松栄のオリジナルですけど合板でできてます。大体のお店は合板もしくは MDF どっちかで作ってます。これが厚みが 18mm で 132g です。こちらパイオニアカルツェリアの MDF のバッフル、これは234、厚みが 18mm で同じく 132g になります。そしてこれがハイブリッドメタルダイキャストバッフル、これも同じくカルツェリア製で、カルツェリアのスピーカーにしか合いませんけど、これはかなり重たくて厚みが 22mm の 680g になります。そして最後が M&M デザイン製の MX6112 と PCD1 の組み合わせ、厚みが 16mm の 350g という感じになります。それでは個別に説明をしていきます。ショップオリジナルで代々使われている分ですけど、先ほど話したように MDF と合板と大きく分けて2つの材料から作られると。メリットとしては MDF は基本1種類なんですけど、合板に関してはフィンランドバーチとか、シナ合板とかいろんな材料があるんで、ショップが考えオリジナルで音が良くなるだろうというので制作する。スピーカーの内径とかも18センチのスピーカーでも17センチ15センチでも全てこう木なんで、すごく加工性がいいんで、ショップオリジナルの加工性での良さで商品ができると、そういうのがオリジナルバッフルということです。そしてカルツェリア製の MDF 製バッフル、これもカルツェリアのスピーカーが取り付けられるように設計されているので、基本はもうカルツェリアしかつかない。穴開ければ他メーカーもつくやつあるんですけど、内径がねちょっとちっちゃいんですよ。だから外国メーカーとかやったらこれそのままではつかないのがほとんどですね。安価でピタッとつくのでは、安いはいいんで、そういうことで使います。そして同じくハイブリッド、メタルのハイブリッドバッフルですけど、これも基本的にはもうパイオニアカルツェリアのこれしかつかないんで、これがこうつくような、これ以外の外国製というのは基本的にはつかないです。それでもパイオニアのスピーカー、カルツェリアのスピーカーを使うのであれば音質的にもいいと思います。そして最後がジュラルミン系アルミを使ったインナーバッフルベースと PCD1、 これバッフルは100種類以上のスピーカーが
マッチングでつくようになってるんで、すごく多く、何でも作って思ってもろてもええぐらいだいぶいっぱいつきます。これ PCD1 と MX611 の組み合わせなんですけど、バラバラで販売してますんで、こっちはこっち、こっちはこっちで別々で購入が必要なんですけど、この PCD1 っていうのはいっぱい穴開いてるインナーバッフルで、こっちがインナーバッフルベースということで、ベースがいろいろ種類出てまして、これはこうつくんですけど、これはトヨタ、スバルとかにつく楕円形のやつが、楕円のやつは全部いきます。そしてこれがホンダ用、これ同じですよね。こういう形でついて、これはホンダ用です。これがスズキ用です。スズキ用も同じですね。これ今のやつと似てますけど微妙にここの足が出てたりとかいうところがちょっと違いまして、これゴルフとかにも確か出てましたね。そして最後がスバル用で、スバルはこう斜めにスランとしてるというか、ちょっと斜め上向くようにスピーカーつくようになってる、これも同じですね。こういう形でいろんなインナーバッフルベース、車種用のインナーバッフルベースが出てるので、組み合わせで購入してください。最後になりますが、まとめに入りたいと思います。バッフルがないことにはスピーカーつかないんで、バッフルは必ず必要なものです。その中でメリットデメリットっていうところでいけば、やっぱり木製っていうのは腐るんで、ドアの中予想以上に洗車時、特に洗車時なんですけど、雨水入ってくるんで、やっぱり木で作ってたらやっぱりこういうところから水入ってくるんで腐るんで、木製はあんまり良くないと。木製良くない理由は腐る、さらに強度がないと。こうギュッギュッと曲げたら曲がるじゃないですか。やっぱ曲がるっていうことは強度がないんで、スピーカーのエネルギーを受け止めるのがやっぱり難しい。やっぱりなるべく硬いものにつけてあげたい。最近で言えばショップオリジナルで作ってるのが MDF と合板とあるんですけど、合板の方がちょっと高価になるんですよね。けどプロショップ大多数のところがハイエンドになればなるほど合板を使うんですよ。それはなぜかというと MDF はやっぱり柔らかいんで、ふにょふにょなんで、ちょっとでも硬くしたいと。けど硬くしたいというのも所詮木なんで、やっぱり曲がったり折れたりするっていうのはやっぱりスピーカーのエネルギーを受け止めるっていうのではあんまり良くない。もちろんこれも一緒ですね。これもぐにょぐにょ曲がるんで、曲がるのはダメですね。というところでいけばですね、ハイブリッドメタルキャストバッフルはだいぶいいです。ただ気になるところが1点ありまして、それはですね、こう磁石をこう持っていけばここと磁石がひっつく磁性体の部品が使われてる。多分ですね、この部分が金属鉄になるんじゃないかと思うんですよ。ここはアルミなんですけど、ここは鉄なんで磁性体、オーディオではなるべく非磁性体の部品を使うっていうのが鉄則みたいなところがありまして、ちょっとどこまでサウンドクオリティにこの磁性体が影響するかっていうところまでは調査はしたことないんですけど、ちょっと気にはなりますね。それともう一つ細かいところですけどね、このスポンジ、これあんま良くないんですよ。ドアの鉄板のとバッフルの間にはもう何も挟まないっていうところが基本、うちの考え方基本であって、デッドリング材をここまで持ってくるお店もあるんですけど、やっぱあんまり良くない。間にスポンジ入れるっていうことは音のエッジがそがれる、ダイレクト感がちょっとね悪くなるっていうか、だから私のところでは入れてないですね。例えばこのスキャンスピークのスピーカーなんかは、スポンジあるんですよ。あるんですけど、スポンジが一段落ちてるっていうかね、なんていうかな、このネジが止まるところが盛り上がってるっていうか、ネジが止まるその金属アルミの部分がこうバッフルに止まるようになってて、スポンジは空気を漏れないようにするためにスポンジが入ってるだけで、すごくやっぱスキャンスピークとかよく考えられたスピーカーですね。このパッキンの話にちょっと膨らむんですけど、ホームオーディオの話なんですけど、ホームオーディオこのスピーカーとつくこの間面にパッキン入れるメーカーもあるんですけど、
ディナウディオとかはそのパッキンがめっちゃ薄いんですよ。それなぜ薄くするか。日本のメーカーとかね、案外厚いパッキン入れたり、もうダメなとことかやったらコルク入れたりしてるんですけどね、全然私からしたらありえないと。もうどんだけ影響をそれが与えるかって考えてテストをやっぱりしてるかしてないかっていうところで、ディナウディオとかめっちゃ薄いんですよ。それがやっぱし入れたくないけど、なんていうの、会社の方針みたいなところで何かを入れなさいっていうのは多分あるんでしょうね。だからもうその代わりめっちゃ薄く影響が出ないようなペラペラのパッキン入れてますけどね。だからそういう感じで入れない方がやっぱりベスト。平面性が取れてるのであれば、こっちも平面性が取れてるのであれば、パッキンとかない方が絶対いいんで、何も入れずインナーバッフルであれば鉄板とインナーバッフルがピタッとネジでギュッと止まるような形で取り付けしてください。で最後になりますけど、 M&M デザインのジュラルミン系アルミのインナーバッフル、これはですね、もう100種類以上のスピーカーがつくと。さらにもちろんジュラルミン系アルミなんで非一性体です。強度はめっちゃあります。曲がりようがないです。アルミなんで、さらにジュラルミンなんで曲がらないです。そして絶対に腐りません。それら今言うてきたデメリットを全て克服したっていうか、メリットしかないインナーバッフル、多分これ以上のバッフルはないんじゃないかなと。昔オーディオのコンテスト、コンペティションとかに出場させる車っていうか、こう優勝するために作る車とかにはこっそりっていうか、アルミとか、予算大丈夫やったら真鍮とかいうのをバンバン使ってたんですよ。やっぱコストがどうしてもかかるんで、なかなか一般のお客さんにアルミっていうのを提供できなかったんですけど、100種類もスピーカー作るんやったら汎用性めっちゃあるやんみたいな感じで大量に作るんで、すごく安くできてるんで、ぜひぜひこれは超おすすめなんでよろしくお願いします。このスピーカーはスキャンスピークというメーカーのホーム用のスピーカーなんですけど、先ほど話した取り付け部のことなんですけど、ここを見てもらったら分かりますかね。この部分がスポンジで音が抜けなくなるようにしてる部分で、取り付ける面がちょっと一つ飛び出してるっていうか、ここがバッフルに当たる面なんですよね。だからここのメーカーはすごく考えてて、パッキンがあるけど取り付けの面はアルミの部分が出っ張ってて、アルミの部分でしっかり止まるというような、よく考えられたメーカーではありますね。このことからも分かるように、インナーバッフルの裏とかには何も貼らず、スポンジとかもない方がいいというか、ダイレクトにカチッと止めるとか、間にスポンジ入れない方が絶対いいんで、ぜひ皆さんスポンジとか入れず、等身大も挟まず取り付けしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。またですね、スピーカーの取り付けとかデッキとか簡単なやつとかも含めやっていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。で、ありがとうございました。